皆さんこんにちは、アンリです。今日は2026年5月20日、米国の経済情報メディアブルームバーグが報じたソフトバンクグループ会長孫正義氏の100兆円規模の AI 全賭けの中身と、社内に広がり始めた会議論について AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。報道によれば、ブルームバーグが5月20日に発信したスクープ記事で、ソフトバンクグループの社内、そして投資家コミュニティに孫氏のオープン AI といわゆるフィジカル AI、つまりロボットやデータセンターといった現実世界の機械に AI を組み合わせる新分野への巨額の集中投資に対し、本当に大丈夫なのかというはっきりとした懸念が広がり始めているということが、複数の社内関係者の証言とともに報じられました。中でも最も注目されているのがロゼ AI と名付けられた、孫氏が描いている AI とロボットとデータセンターを束ねた合計で100兆円規模の新規上場、つまり IPO 構想です。これは5月7日に同じくブルームバーグが報じた孫氏のオープン AI はもう古い、これからはフィジカル AI に全力で乗るという発言と組み合わさり、日本の SNS や株式投資家のタイムラインで爆発的に拡散しています。結論からお伝えします。今日のメッセージは3点です。1点目、孫氏は生涯の集大成として100兆円規模の超大型勝負に出ようとしていること。2点目、社内と投資家の間で本当に実現できるのかという会議論が初めてはっきりと出てきていること。3点目、視聴者であるあなたの会社がソフトバンクと取引している、あるいはお子さんの積み立て投資信託にソフトバンク株が組み込まれている、こういう身近な接点が意外に多いため、この勝負の行方を人事と思わずに自分の家計と仕事に直結する話として見ておく必要があること。それではこのスクープを4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションは、ロゼ AI とは何か、その全体像です。結論からお伝えします。これは AI とロボットとデータセンターを一つにまとめた合計で100兆円規模の孫氏の集大成プロジェクトです。理由は孫氏のこれまでの発想の自然な延長線上にあるからです。ソフトバンクはすでにオープン AI におよそ9兆円規模の出資を約束しています。さらに傘下のアームが AI 向け半導体の設計で、世界中のスマートフォンと最新の AI サーバーに使われています。そして米国でスターゲートと呼ばれる超大型データセンター建設計画にも深く関わっています。具体例で説明します。あなたの会社の社員食堂を想像してください。これまでお米は A 社、お肉は B 社、調理機械は C 社、配膳ロボットは D 社と別々に契約していたとします。これを全部まとめて一社の連合体で運営するというイメージがロゼ AI です。AI の頭脳、アームの半導体、データセンターという土地と設備、ロボットという手足、すべてを束ねて一つの巨大な上場会社にしてしまうという構想です。総額100兆円というのは日本の国家予算1年分に近い規模で、日本の民間市場最大級の試みになります。2つ目のセクションは、社内で広がり始めた会議論の中身です。結論からお伝えします。ソフトバンクの社内と投資家の間で本当にそんな規模を実現できるのかというはっきりとした会議論が初めて表面化しました。理由は3つあります。1つ目、9兆円というオープン AI への集中投資がもし失敗した場合の損失の大きさが社内で消化しきれていません。2つ目、フィジカル AI、つまり現実世界のロボットやデータセンターに AI を組み込む分野は、ソフト1本のビジネスと比べて利益が出るまでの時間が長く、3年から5年は赤字が続く可能性があります。3つ目、孫氏の発言が毎月毎週のように変わり、5月7日には
オープン AI はもう古い、これからはフィジカル AI だと言ったかと思えば、5月21日の決算でオープン AI に全賭けするとも語るという軸足の揺れが社内の幹部や投資家の不安を誘っています。具体例で説明します。あなたの会社の社長が来年は中国市場が最重要といった翌月にやっぱり東南アジアだと言い、さらに次の月にいやもう一度中国だと言い続けたら、現場の事業部長はどう動いていいか判断できなくなります。今ソフトバンクの社内で起きているのはこれに近いとブルームバーグの記事は伝えています。3つ目のセクションは5月7日のオープン AI はもう古い発言との関係です。結論からお伝えします。孫氏の発言の流れを5月7日と5月20日の2つを並べると、本当の狙いがロゼ AI にあるということが見えてきます。理由を時間軸で並べます。1つ目、5月7日ブルームバーグの最初の報道で孫氏はオープン AI への集中投資はこれで一区切り、これからはロボット、データセンター、AI 半導体を束ねたフィジカル AI に重心を移すと発言しました。これはオープン AI 単体への期待を少し下げるというはっきりとしたメッセージです。2つ目、5月20日、今回のスクープで孫氏は100兆円規模のロゼ AI で全てを一つにまとめ新規上場すると発言しました。これは5月7日の発言を具体的な金額と上場計画に落とし込んだもう一段深い構想です。具体例で説明します。週末に上司が来期は新規事業を頑張ると言い、月曜の朝礼で具体的には100億円規模で新会社を作ると発表したら、社員の受け止め方は全く変わります。今孫氏が世界に向けて発信しているのはこれに近い段階的な構想の公表です。ロゼ AI が本気で100兆円規模で上場まで行くのか、それとも社内の会議論で規模が縮小されるのか、この6ヶ月から12ヶ月で大きな分岐点を迎えます。4つ目のセクションは視聴者であるあなたの仕事と家計に何が起きるのかです。結論からお伝えします。ソフトバンクとの直接の取引がなくても私たちの仕事と家計に間接的なルートで影響がはっきり届きます。理由は3つあります。1つ目、年金、積立投資信託、確定拠出年金。これらの多くにソフトバンクグループ株やアーム株が組み込まれています。ロゼ AI が成功すれば私たちの老後資金は増え、失敗すれば減ります。具体例で説明します。会社の積立投資の窓口で日経平均連動型、米国株連動型と書いてある商品の中身を見てみてください。ソフトバンクとアームの名前が必ず入っています。2つ目、取引先に IT 企業やデータセンター関連の会社、ロボット関連の会社、半導体商社がある場合、ソフトバンクのこの構想は向こうの売上計画に直接の影響を与えます。来期の取引先の事業計画の前提が半年で書き換わる可能性があります。3つ目、上司への報告で世の中の大きな流れを語る場面では、孫氏の100兆円構想ロゼ AI がこれからの半年から1年の日本経済の大きな見どころですと一言入れてください。これだけで視野の広さが伝わります。ここまでの整理をまとめます。2026年5月20日、ブルームバーグがスクープ記事でソフトバンク孫正義氏の100兆円規模のロゼ AI 構想と社内に広がり始めた会議論を報じました。ロゼ AI はオープン AI、アーム、データセンター、ロボットを一つに束ねた
日本民間史上最大級の上場計画です。社内では9兆円のオープン AI 集中投資の失敗リスク、フィジカル AI の長い赤字期間、孫子の発言の揺れの3点で会議論が広がっています。視聴者であるあなたの家計と仕事には、年金や積み立て投資、取引先の事業計画を通じて影響が間接的に届きます。明日の朝、上司への報告ネタとしてソフトバンクの孫子が100兆円規模の新構想を出していて、私たちの取引先と家計の積み立てに半年から1年で影響が出る可能性がありますと一言伝えてみてください。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。